人身取引と聞くと貧困地域での問題だったり、外国人が誘拐され強制労働や臓器売買される、そのような被害を思い浮かぶかもしれません。ですが、人身取引は今この日本でも起きていることで、誰でも被害に遭いうる、実は身近な問題です。特にこの数年、日本人が被害に遭うケースが増えています。ですが、法的に人身取引とみなされる強制労働や性的搾取事件、また児童買春などの量刑が他の先進国に比べて軽く、加害者に対して寛容な態度を示しているのが現状です。日本での人身取引の主な例は、アダルトビデオ出演強要や性風俗店での強制労働、外国人技能実習制度や偽装結婚を利用した労働搾取などがあります。またこれは大人だけではなく、未成年の子どもたちも児童買春や映像画像を使った性的虐待の犯罪に巻き込まれています。実はこれは搾取を含んだ人身取引なのです。子どもたちが人身取引の被害に遭う例はいくつかあります。まず、児童の性的虐待画像また映像を撮影され、ネットなどに拡散されたり販売されることと、また JK ビジネスやコンセプトカフェなど子どもの性をアピールした商品またはビジネスに利用されたり、児童買春されることもあります。また、家庭に帰れない事情を持つ子どもたちの弱みにつけ込んで労働搾取をしたり性的搾取をするといったことも起こっています。最近は SNS を利用して危険な大人とつながってしまい、騙されたり送ってしまった画像や動画を利用され、さらに脅されたりして被害に遭い続けてしまう子どもたちがいます。犯罪者は時には優しいお兄さん、時には彼氏といった仮面をかぶり子どもたちに近づいてきます。それは特別な子どもだけではなく、皆さんのごく身近にいる子どもたちが犠牲になっています。決して人事ではありません。日本で児童ポルノを鑑賞したり撮影したりすることはもちろん違法ですが、今でも児童ポルノの一種といえる着エロがあります。着エロでは半裸や水着で既成スレスレの露出をさせ、性行為を連想させるポーズを取らせたりします。6歳の小さな子供でもそういった被害に遭っています。被害に遭う子どもたちはどこかに監禁されたり誘拐されたりなどという形で取引されることは少なく、多くの場合は脅し、騙し、弱みにつけ込まれ逆らえないといった見えない鎖に縛られています。ですから一見普通の生活を送りながら、実は性的人身取引の被害に遭い、またそのことを誰にも言えずに苦しんでいる子どもたちがいるのです。この動画で述べたような思い当たる被害に遭っている方、またそのようなお子様をお持ちの方は、私たちの相談窓口までぜひ連絡してきてください。私たちゾエは非営利活動団体として2002年から人身取引問題に取り組んでいます。人身取引の防止活動や子どもたちの救出、回復支援など世界5カ国で行っています。日本では主に人身取引の啓発活動など被害の防止に取り組み、また他団体とのネットワークを通して子どもたちを守る活動をしています。人身取引は昔の話、外国の話ではありません。私たちの周りで今起きていることです。そして今この瞬間にも助けを必要としている人たち、子どもたちがいます。子どもたちが決して搾取されることがないように、どうかこの問題に関心を持ち続け、情報を共有してくださり、またゾエに寄付、そしてお祈りなどのサポートをお願いいたします。